こんにちは、阿部義俊です。前回 Apple Vision Pro についてちょっとネガティブなっていうか、自分はこの部分が好きになれないっていうようなちょっと話をしてしまって、なんかあんまネガティブな話をするべきじゃなかったなと思ったりもしたんだけど、同時にその自分の考え自体がその考えが浅はかだからとか、あるいはその僕のなんか勘違いがあったりとかして、なんかそう思ってるだけなのかもなと思って、違う意見とか、僕、そうじゃないんじゃないのかみたいな意見も含めて、そのコメントもらえたら嬉しいですというようなことを書いたら、本当にたくさんの方からコメントいただいて、本当にありがとうございました。なかなか自分のそうだな、なんか考えをアップデートする、きっかけにもなりましたし、いろいろその後も考える、きっかけになって、とてもためになったというか、いろいろ勉強させてもらいました。で、自分が感じていた、その前回喋ったその自分が感じていたその不満点というか、ここが好きになれないというポイントについては、主に Apple Vision Pro でお父さんが子供たちのこのヘッドセットをかぶった状態で子供たちが遊んでるところを写真に撮ってんで、それがその空間写真として、その 3D のちゃんと奥行きのある空間写真として残すことができて、それを後で見るとその思い出がものすごく再現されるみたいな、ところで、自分自身としてもそういうカメラが大好きで、その点で言ったらものすごく欲しいと思うし、素晴らしい技術だと思うんですよ。でも同時にやっぱりそのデバイスをつけているそのデバイス自体は素晴らしいと思うし、そのつけてるお父さんは多分すごく幸せだと思うんですよね。だけど自分が気になったのは、その子供の側からずっとこのヘッドセットで顔が見えない状態のお父さんがいて、お父さんは思い出残してるかもしれないけど、子供からしてみたらお父さんに対する思い出って、なんかお父さんいつもヘッドこんなのつけてばっかだったなっていう思い出になっちゃうじゃないですか。だからそれがいいのかっていうようなことで、その顔を隠すデバイスについて、なんか自分が一人でこもって何か作業するときに、それによってすごく作業効率が上がるみたいなことについては、すごくポジティブというか肯定的で、自分自身もそういうものをどんどん体験していきたいし、何かそれでなんか新しい経験ができたり、作業効率が上がったりしたらいいなと本当に思うんですよ。だからこれを日常の場でたくさんの人がいて、誰かと対面している状態でも使う、同じくアップルのCM 映像の中では来客があって、お友達が来て目の前に座っているのに、これをつけたまんまずっと会話をしようとしてるみたいな映像があって、それも僕はあまり好きになれなくて、前の動画でも言ったけど、それはさすがに撮れよ、CM だからいつでもつけていいんですよとか、あるいはアップル的にはそういう場面でももうつけっぱなしでコミュニケーションを取るような未来を作りたいと思ってるっていうことのメッセージとして、そういうふうに、要するに来客来たら慌てて外すみたいなのは、当然CM としてはその製品自体にとってプラスじゃないから、そんな映像を作んないじゃないですか。だからそういうつけっぱなしにしてるって面もあるんだろうけど、でもそれ以上にアップル的には本当にこのデバイスのグラスの部分に自分の目の映像が映るのかな、すりガラスの透明度が上がって目が見えるのかちょっと分かんない。多分グラフィックとして目の映像が映るんだと思うんですけど、でだから大丈夫みたいなことが言いたいんだろうけど、自分としてはちょっとまだそれはやはり何かおかしいんじゃないかと思っていて、だから前の動画の中でも話したけど、普通のメガネぐらいのさりげないデバイスになっていったらいいのかなと前回は思ってました。でその後でいろいろコメントいただいたりして、一つちょっと面白かったのは、自分も知識としては知っていたけど、全くこの話にうまく当てはめる、思いつきもしなかったんで、面白い意見だなと思ったのは、欧米人は口元で相手の感情を推察する。で日本人は目で、相手の感情を推察する。なので日本人はマスクつけてもあんまり影響なくて、目が見えてれば割と大丈夫で、欧米人は逆に口元が隠れると相手の感情が分かんなくなるんで、マスクすごく嫌がったり、あるいは逆にこの目を隠すデバイスに対してはあんまり抵抗がないと。確かに欧米の方ももちろん紫外線に弱いみたいなこともあって、サングラスとかを普通にかけるけど、サングラスで目が隠れてもそんなにもしかすると相手の感情が分かんなくなるみたいなことはないのかもしれないですね。それでアメリカの会社であるアップルが作ってるデバイスとしては、目を隠すことに対してあんまり抵抗がないのかもしれないです。っていうのはちょっと面白いなと思いました。で僕の現在の考え方としては、結局今の形の状態ではここで目がグラフィックとして映されようがされまいが、やはり顔にあれだけの面積顔にガシャッとかぶしてしまうデバイスって、誰もいない場所で一人でこもって何かを作業するために
あるものだと思うんですよ。もしくはだからその一人でこもって作業するか、このヘッドセット越しに誰かとつながって、要するに目の前にある誰かとか何かとかは遮断します、そっちとコミュニケーションを取るつもりはありませんっていうメッセージを持っているデバイスだと思うんですよ、その形的にね。でこれが仮に普通のメガネみたいになったとしてもやっぱりちょっとダメかなという気がして、います。っていうのはつまり目の前にお客さんが来るじゃないですか。でもここで自分はその人と喋ってるように見えるけど、相手側からしてみたらでもこのデバイスで今自分と表面上喋ってるように見えるかもしれないけど、ここで何かその SNS を見ていたりするかもしれないし、それこそ何か動画を見ちゃってたりするかもしれないし、自分のことを本気で相手にしてくれてんのかなっていうことをなんかちょっと疑問に思うと思うんですよ。だからその本当にその大事な相手と喋ろうと思ったらやっぱりそれは外すでしょう。もしくはそのなんかスイッチを切るっていうかやっぱ外すと思うんですよね。外さないと失礼になりそうな気はして、ただそれがそういうのは僕の常識が古いからで、この Apple Vision Pro みたいなものがめちゃくちゃ普及していたらつけっぱなしが普通ですよっていう常識に変わっていくのかもしれなくて、まあそれは可能性としてはあるかなと。例えばだから昔はご飯屋さんでスマホ取り出して料理の写真撮るとかちょっと失礼とかマナー違反みたいな空気はあったけど、今や喫茶店とかそのカフェとかで、あるいはその普通のレストランとかで料理ぜひ写真に撮ってインスタグラムとかに投稿してくださいね、うちのインスタグラムもフォローしてくださいねみたいな、まあ割とどこでも書かれてたりするじゃないですか。だから常識が変わったんですよね。そんなようなことはまああるのかもしれないなと思っていて、同じような例で言うと、これ例として話そうと思ったら持ってくの忘れたかな。同じような事例としてはこのショックスというメーカーの、これは骨伝導タイプのヘッドホンで、これは最近出たオープンフィットという、イヤホンなんですけど、これはどちらも耳を全く塞がない、外の音が完全に聞こえている状態で音が聞けるというタイプの、だからそのランニングとかしてる時に、安全ですよ、その車の音とか聞こえるんで安全ですよっていうタイプの、ヘッドホンで、これはすごく便利で、自分はもう片時も手放せないぐらい愛用しているもので、これでもうなんかもう完成したと思ったんだけど、さらに最近これは骨伝導タイプで、こっちは普通のイヤホンタイプで、かつ耳を塞がないで音が聞けるというタイプのものが出て、音質がかなり良くなったんで、あと付け心地も上がったんで、買って使っていたりするんですけど、ちょっと話それましたけど、これを最初に、僕が使い始めた時にこれは外の音聞こえてるから、話しかけたらちゃんと聞こえてるから、あと大きな音で絶対聞かないから大丈夫だよって話を奥さんとかにしたんだけど、やっぱ最初ちょっと気分を害されたりしたわけですよ。これを話聞いてるみたいなことになるんで、これ聞こえてるから大丈夫っていう話はするんだけど、でもこれをつけていることがちょっと失礼になるんで、自分も確かにそうだなと思って、で最終的にどうなったかというと、奥さんにも同じタイプのものをプレゼントして使って、こういうことかって分かってもらって、で奥さんもそれをつけたまま普通に会話するし、僕も普通にこれをつけたまま、会話するし、子供らにこれ聞こえてから大丈夫だからねって話をして分かってもらって、それ自体がうちの家族の間では何かこれをつけているから相手のことを別に話聞いてないわけじゃないんだよっていうのがある程度常識として伝わったので、今はこれで揉めることはないし、奥さんがこれをつけていても別に話を普通にして話は普通にできているので何か問題が起きないわけですよ。そんな風にもしかすると Apple Vision Pro も進化していくのかなと思って、それはそうなのかもなと思うんですけど、これは音だけでなんていうか、今言ったみたいにこれなんだろうな、でもそうか、僕自身はこれをつけてる時はもうあんまり耳に負担かけたくないし、聞こえるか聞こえないかぐらいのギリギリの音量で聞いているんで、外の何かを阻害することはないし、外から話しかけられたりしたらもうそれでこいつの音はかき消されて消えちゃってるんで、普通に会話ができるわけですよ。だけど例えばだから相手が話をしつつでも実はここで別な音楽とか、あるいはなんかラジオ的なものを聞いているかもしれないなって思われたら、相手がそのことに対してちょっと不信感を持ってたりするかもしれないですよね。同じようなことがだからApple Vision Pro がメガネぐらいのデバイスになった時にも、さっき説明したみたいに、でもそれをつけっぱなしってことは、でもそこでなんか別な動画見てたり、なんか SNS チェックしてたり、メール読んでたりしてるんじゃないのって思って、何かちゃんと相手してもらえてないような気持ちになったりするかなと思ったんだけど、なんかそれが今言ったこれみたいになんか解消されていくのか、それでもやっぱりなんだろうな、それこそだから日本人なので目が隠れている
ことに対する不信感って、僕みたいな髪型だと特にこれつけてても全くこれが見えてないので多分全く気にならないと思うんですよ。これはヘッドセットはやっぱりよほど目立たない形になって、よほどこれを使っていることがその対面の相手とのコミュニケーションに対して、ね、マイナスではないっていうことが常識として定着するか、もしくは使ってませんっていうなんかランプみたいなものがつくとかね、使ってないんだってその目の前の人が分かるとかね、で安心できるみたいな状態になるまでは、やはりある程度やはり顔を隠すデバイスってさっき言ったみたいにちょっと自分一人の世界にこもるためのもの、あるいはその目の前の人にはフォーカスしてません。私はこのヘッドセットの中の世界に今フォーカスしてるんで、そのあなたのことは今そのコミュニケーションを取るつもりはありませんっていうメッセージを出しちゃうと思うんですよね。なんかそのことがなので、だからそういうデバイスとして普及していくんだとしたら、自分はその大歓迎だし絶対買いたいと思うんですよ。でそのカメラ機能とかも結局安倍さんはこのカメラ機能が面白そうだから買うんじゃないですかっていうご意見もいただけて、ごもっともでその方のコメントの中では、そのギズモードのアミトさんだっけなのレビューの中で、僕もその動画そのコメントいただく前からずっと見てたんですけど、やっぱりアミトさんの感想としては、そのカメラ機能がすごい感動的で、本当にその 3D のその立体的なその場にいた時のその思い出がそっくりそのまま残るような感覚があって、すごくカメラデバイスとしても優秀だったって話で、まさに自分がログとして残したいのはそれなんで、すごくいいなと思うんですよ。だけどやっぱりつけている自分を周りの人が見た時に、こいつ自分の世界に入り込んでいて周りのこと全然気にしてねえんだなっていうような印象を持たれちゃうと、その周りの人にちょっと申し訳ないなと思うんで、自分があまりそこでちょっと使うのに二の足を踏むんですよね。自分で一人で公園を散歩していてそれを使うみたいなことはいいんですよ。だけどこれで家族の写真を撮るときにカメラで撮るのとはやっぱ違うと思うんですよ。何度も言ってるけど、カメラはもちろん撮る時の静止画であればこういう形で自分の顔を隠すのは一瞬のことでっていうのもあるし、カメラを構えて相手の方をこういうふうにするっていうのは、あなたに興味があるんですっていうメッセージじゃないですか。だからカメラっていいデバイスだなと思うのはそうなんですよ。被写体に目の前のあなたに興味があるんですじゃないですか。それがなんか Apple Vision Pro の今の形っていうのは、自分はこのヘッドセットの中の世界に興味があって、目の前のあなたには興味はないですっていう印象を僕は持っちゃうんですよ。そのことになんかもやっときてるんで、あんまりこれぜひ使った人の感想じゃなくて、使った人の隣にいる人の感想が僕は聞きたいんですよ。その人がこのデバイスにもちろんVR デバイスじゃなくて外の世界が丸々見えていて、そこに、OS なりのアイコンが映っていたりとか、画像が見えたりとかなので、外の世界を完全遮断するデバイスじゃないというのはもちろん分かってるんだけど、でもやはりその時にこの Apple Vision Pro が映し出しているものにフォーカスしてるから、このデバイスをつけたいわけじゃないですか。なので周りの世界じゃなくて、自分はこいつに今フォーカスしてるんですよ、周りのことは今は相手にしてませんっていう、どうしてもメッセージに見えちゃうんですよね。なのでそういうふうに周りの人は感じないのかなっていうことを、要するに使ってる人の隣にいた人の感想が聞きたいなと思いますね。やっぱり自分がこれをつけててなんかこうやってる人がいたら話しかけづらいし、ちょっと今なんか集中してんだな、そっとしとこうって思うしと思うんですよ。だからどうやってアップルがこれを日常のみんながいる場所で使うデバイスとして定着させようとしているのかにちょっと興味がありますね。Apple Vision Pro の CM 動画の中で半分ぐらいは薄暗い部屋の中でこれをつけて映画を見てるとか瞑想みたいなことをしてるとか、なんかそんなようなものだったんだけど、残りの半分ぐらいは多分友達が来てるけどこれをつけたまま応対するとか、親子で子供の写真をこれで撮っているみたいなもので、その映像のところも子供は親の方に全然興味を持ってなくて2人で夢中になって遊んでるみたいなところにしているのとかは、その映像の表現としてはうまいなと思うんですよね。子供がお父さんの方を振り返って話しかけようとしたりしていたら、やっぱり僕が今思ってるみたいな、でもお父さん君を見ているようで、モニターの中の方写真撮ってる時はもちろんその子供の方を見てるっちゃ見てるんだけど、それでもやっぱり自分の記録を残すこと
でその目の前の人は素材に過ぎないっていう感じじゃないですか。それカメラもそうだろって言われるとそうかもしれないけど、カメラはやっぱり目の前の人と生でそのコミュニケーションを取ろうと、シャッター音とかも含めて何かコミュニケーションなんだと思うんですよ。何かやっぱり顔を完全に覆って自分の、要するにこのつけてるこの人が見ている映像を周りの人は見えていないっていう不公平さが多分その自分が気になっていることの多分その根っこの部分なんだろうなと思うんですよ。これ皆さんはどう思われますか？なんかこれまたちょっとすごく感想というかみんなどう思ってるのかがすごく知りたいんですよ。本当にそんなことは別に気にしないよっていう人が大多数だったら、そうなのか、自分の感覚がおかしいのかと思うし、これをつけてずっとこの中のものを見てる人の隣にいた時に、自分よりもこっちの中の方に今フォーカスしてんだな、仮に見えてるとしてもねというのをやっぱり若干感じるんじゃなかろうかという人となんかどうなんだろうなっていうのをちょっと気になったりしました。なので要するに、Apple Vision Pro が良くないって言ってるわけじゃないんです。むしろすげえいいんですよ。良すぎちゃって、これがもう人類の生活を変えるぐらいのすごいエポックメイキングな、歴史を変えるようなとんでもなくすごいデバイスだから、何か漠然とした不安というかもやっとした気持ちを抱くんですよ。だから矛盾してるようだけどめちゃくちゃ欲しいし、めちゃくちゃ使ってみたいんですよ。やっぱなんか体験できるところとかあったら絶対行ってつけてみたいですしね。なので決してネガティブっていうのとも違うんですよ。なんか取り越し苦労的な心配を今なんかついついしちゃってるっていう状態なわけで、決してなんか Apple Vision Pro なんか絶対買わないぞとかじゃないんですよ。でむしろ買いたいんですよ。この辺の加減がうまく伝わってくれるといいなと思うんですけど、皆さんはどうでしょうというようなことでした。いいかな、これでちゃんと説明できたかな。ありがとうございました。ではでは。